安くて見た目の良いイヤホンはいつでも歓迎されている。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ジャジアーの新作、$50で買えちゃう低予算向け。でもご覧くださいこの高級感な、ジャズオーディオクリアだ。もちろん、音質面でも魅力的。まず、見た目で満足し、そして音質で満足し、そして思ったより安い価格に納得する。これぞ低価格イヤホンだな。現在、Amazon では7252円で購入できる。しかもプライム配送だ。さて、このイヤホン、フェイスプレートのきらめきが非常に特徴的。これはホロテープ的な虹色の層の上に、波打つフェイスプレートを被せたような加工で、光源の下で綺麗に反射する。このフェイスプレートだけでも、購入を決心する人がいるかもしれないな。クリアは、もちろん外観だけのイヤホンではなく、採用されているドライバは、約 10mm の1ダイナミックドライバー。振動板は、低音とボーカル帯の厚み、弾力の表現に定評のある、LCP。液晶ポリマー振動板が採用される。LCP を使ったイヤホンは深い低音を得ることができるんだけど、クリアは、そんな LCP の特性を持ちつつ、高音域側の明瞭感にも配慮を示した、汎用性の高いモデルだ。この価格帯の LCP は、どれも癖の強いものが多く、逆に癖強いイヤホン愛好会にはその偏りっぷりが愛されたんだけど、普通の人からしたら、かなりボームか、なんだか音が薄い。という印象を抱かせがち。いや、そういうバランスをあえて狙ってるんだから当たり前なんだけど。でも、クリアは、LCP らしい音色の厚みを確保しつつ、高音域側もしっかり表現できる、低価格ながらしっかりと可能性を示す一台だ。本体の質感から始めて、音質まで見ていこうか。クリアは1ダイナミックドライバー。これはさっきも言った、この、定番の構成を、レジンシェルに収めている、レジン系のシェルを採用するイヤホンは、3D プリンタの出現で低価格で生産できるようになってから、必ず低価格モデルの中に需要、新機種ともに一定数存在しているジャンルだよな。クリアはその中でも注目を集める、サウンドバランスと見た目を持つぞ。本体はちょっとどんぐりのようにずんぐりむっくりしたデザイン。人によってはある程度、イヤーピースを選ぶかも。耳との距離が近いので、ノズル部分を延長するようなイヤーピースが必要になるパターンがあるかもな。付属イヤーピースは、傘よりもノズルが短いタイプなので、この傾向に拍車をかける。イヤーピースは別途購入しないといけないかも。それ以外に本体に問題点はなし。僕もなんだかんだ言って付属イヤーピースでも使えるので、付属イヤーピースを使ってテストしたぞ。何気に付属品が豪華。ポーチ、ケーブルが付属する。ケーブルはフラットにピンタイプで、中国系イヤホンで最も多く使われる、汎用性の高いタイプだ。ただ、レジン流し込みのせいか、少し差し込みの際に注意が必要。若干端子がきついのかもしれないな。ケーブルは 6NOFC。低価格ながら、ぶっといちゃんとしたやつ。洗剤も 6NOFC で不満なし。一般に LCP 振動板を採用したイヤホンに、低価格なケーブルを組み合わせると、LCP のウォーム感とケーブルのウォーム感が影響し合って、膨張した音色になりやすいんだけど、クリアは標準ケーブルでも十分に戦うことができる音質だった。よりクリアにしたいなら、購入後に単結晶銀メッキケーブルなんかを買ってみよう。あるいは、純銀ケーブルのレッド AG あたりを使ってもいいけど、あんまりメリハリのある音にすると、クリア本来のウォーム感や密度が表現しきれなくなっちゃうかもしれないぞ。パッケージも薄いものの、ワクワク感のあるいい梱包だった。さて、そんなわけで、外観からすると、クリアは価格以上の価値のある、美しいイヤホン。しかし、それだけではなくて、しっかりと独自の世界観も持っている。クリアが採用するのは、LCP 振動板。それがレジンシェルに収まっているイヤホン、という、シンプルな仕様だ。シンプルで割と見かける仕様の組み合わせだけど、それゆえに安心感は高い。ただ、レジンシェルって、密度と密閉度が上がる仕様なので、LCP を使ってしくじった時が悲惨だが、側面にベントがあるのがわかるだろうか？ちゃんと低音域の抜けはコントロールしようという意思を感じる。実際、その通りで安心して聞き込めたぞ。この価格帯の LCP ドライバモデルにはいくつかライバルがあるが、クリアは LCP の個性を残しつつ、中高音域以上の帯域がもっちゃりするという弱点を潰した。聞きやすく、使いやすい、親しみやすい LCP ドライバ採用の1ダイナミックドライバモデル、という側面が強い。もちろん、見た目の美しさもイヤホンの購入には重要だけど、クリアは価格と音質と性能を同時に実現している。そりゃ人気になりそうな感じの、3拍子が揃ったイヤホンだ。このイヤホンの特徴は、LCP ドライバに程よい抜けと高音域の強調を付与した、個性的すぎず、かといって普通すぎない、程よい1ダイナミックドライバとなっている点、初めて買う人にも、いっぱい買ってる人にも、しっかり訴求しているバランスだ。
音色を分解してみようか。高音域はある程度しっかり聞こえてくる。しかし、弾力のある音が得意な LCP らしく、金属感が強調される印象や、カーボン系素材を使った時ほどの分離感は期待できないな。聞き取りやすく良いバランス。しかも、LCP という前提をうまく崩せるくらいに、よく抜け感にこだわったサウンドだ。それ以外の音が得意なイヤホン。特に LCP と比較すると、温かみ、攻撃的な中音域以下、とにかく包み込むような低音の量はクリアは持ち合わせていない。たっぷりと聞こえる中音域以下が、しっかりと聞こえる中音域になってるよ、くらいの認識でいいだろう。低音域は開放感が確保されているために、他の LCP 採用の同価格帯ライバルに比べると、少し落ち着く。いや、こちらの方が正気だったのではと感じさせられるバランスだ。空間は壁を感じるものの、ある程度広がりを感じられる。これくらいが良い、これくらいで良い、という人は結構多いだろう。ただ、LCP らしい圧力感なんかは残っているぞ。はてさて、そんなわけで、ライバルも多い、LCP1 ダイナミックドライバというジャンルで投入された、ジャジアークリアー、いくつかの同価格帯ライバルと比較しようか。まずは、LCP 採用低価格イヤホンとして、人気を博している、ゲンハイファイ C2。C2 は金属ハウジングであることから、このクリアー並みに心地よい高音域を届けてくれるものの、背面の開放度が高いせいか、低音域側の厚みではクリアーが勝る。程よく LCP っぽいとでも言おうか、バランス取りがうまいんだよな。同じくケンハイファイのライバル、C3 に近いけど、C3 よりウォーム感が強いな。C3 の姉貴分である、ゲンハイファイ T3 プラスと比較しても、こちらの方が厚みがある。ゲンハイファイ製の LCP 採用モデルは、開放感を大きくとって、低音域を減らす代わりに、全体的な改造感と分離感を確保している印象だな。それから、この価格帯だと、ダナのキタン S が選択肢に入るはず。キタン S は中低音域から低音域の表現が素敵。サブベースなどもあちらの方が力強く、空間はより近い印象だな。クリアーの場合、より高音域の響きや、空間の広がりに魅力がある。めちゃくちゃ安い LCP にトリポーインリーがある。一見、金属製のシェルを持っていたり、このジャジアークリアーより高音が出そうなんだけど、実際にはあっちの方がウォームで柔らかい音質だ。クリアーはウォームな低音域と、よりニュートラルな高音域を持つので、高音域側の分離感や情報が欲しいならこっちだな。トリポーインにはもう1台、上位バージョンのピコロがある。これが一番近いかも。ただ、相変わらず低音が容赦なくぶん殴ってくるイヤホンなので、ある程度広がりがあって、低音型の音域をマスクしないクリアーの方が、より万人受けするかな。あとはもう見た目で選んでよし。というわけで、他のこの価格帯の機種と比較しても、抜け感を担保した LCP 採用機ということで、クリアーには、バランス型の良さと、LCP の癖が両方混じっていることがわかる。また、バランス型とはいえ、やっぱり結局 LCP 製振動板を使用しているので、その癖というのも感じられる。価格が程よく、音質が良く、見た目も良いと、人気になる要件を揃えたモデルと言えるな。君も見た目とバランスが好きだったら、LCP 製イヤホン枠として一つどうだい？といったところで今回はここまで。